おはようございます。たかしです。本日は9月15日木曜日、ただいま8時29分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日も冷やし陰線となっております。ここからの急激な上昇、そしてそこからの今は調整というイメージなんですが、もう少し下落する余地があるのかなとも考えられます。現在陰線が1、2、本日が陰線で3本目というところで、この辺で陰線が収まってくれればいいのですが、これ以上陰線が出てくると本格的に下落していくということも考えられますので、その辺が注意ですね。今は一旦この高値ですね、164円ぐらいっていうのを目指して下落してきているのかなと。で、現在地が 164.8 付近ですので、あと80ピプスぐらいは下落する余地があるのかなと考えてます。で、GMMA が今下から追いついてきてますので、ここを目指している感じもしますので、だいたい164円付近でそれに接触すると思いますし、このまま急落すればちょっと話が変わってくるんですが、おそらく急落するようなことがあれば、この下を目指してくると思うんですね。ですので、今はこの辺で買い支えが行われるかどうかというところで、164円ぐらいがおしめ買いポイントになってくるのかなという大まかなイメージを持ってます。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスで下落中ですが、この過去の動きを見ていてもかなり汚いので、これがどこまで行くのかっていうのが少し分かりにくいですね。もしかするとこの安値圏まで来る可能性もありますが、もし安値圏まで来るのであれば結構下げてくるんじゃないのかなと。そうなるとこの上昇はもうほぼほぼ終わりで、また再び下に向かって下落する可能性っていうところも考えないといけないですね。マクディに関しては上昇モメンタムが消えそうになってきてますので、そろそろ怪しい。これ以上下落が進行すると本格的な下落トレンドに入っていく。そんなイメージです。とは言っても今この白のボックスの中で動いていて、その上限を攻めきれなかったというところでは、この下限を目指してくる可能性も大いにありますので、今はどちらとも分かりにくい状態ですね。日足の GMMA は上を向いてはいますが、まだ収束してますので下抜ける可能性もありというところで、全体的には今上向き、週足では上昇トレンド中ですので、その中で安値も切り上げてきてますが、今こういう感じのアセンディングトライアングルを描きにいっているのであれば、やはり比較的大きく下落してくる可能性があるとも考えられますので、この辺を結んだ延長線上ですね、このラインぐらい162円とかまで下落する可能性も考慮には入れておいた方がいいかもしれません。では4時間足です。4時間足は今一旦の反発ポイントに来てますね。ここの安値ですね。ここが 164.3 付近なんですが、今その辺付近で買い支えが行われるかどうかっていうところですね。今昨日の安値付近もここ下髭が出てますので、今下げてはきてますが、ここでサポートされるかどうかですね。何度もここ下髭が出ている部分ですので、ここから下げていくというよりは、今はここでの反発を見ていきたいところですね。そして昨日の安値を割れた場合は 164.3 ぐらいまでの下落を視野に入れておいた方がいいかもしれません。そうなってくるとここでの3損を描きに行く可能性がありますので、まだまだ下落する可能性っていうのも大いに出てきますね。今は全体的にどの通貨ペアも調整の動きをしてますので、すごく分かりにくいなっていうのが個人的な印象です。今ただ4時間足では GMMA 付近ですので、ここは反発ポイント、そしてこの 164.3 付近までっていうのは反発しやすいところになってきますので、ここからの安易なショートエントリーっていうのは注意が必要です。ただとは言いましても、インジケーターは弱いんですよね。ストキャスティクスもゴールデンクロスしましたが、それが弱いという話はしてました。そして今それがまたデッドクロス仕掛けてますね。そしてマクディもまだ弱い状態ですので、ここから上昇できるのかっていうと、そうは見えないんですね。もしここから上昇していくのであれば、ここでもう少し揉み合い、もしくはマクディの下落モメンタムがもう少し落ち着いてくる、この減少してくると、そこからの上昇っていうのは考えられるんですが、今この状態ではまだ下落しそうな雰囲気の方が強いですね。でも先ほどから言ってますように、この辺は反発ポイントになってきますので、今はここからのショートっていうのは危険だと思いますので、もしショートエントリーをするなら昨日の安値を明確に下抜いてから、もしくは 164.3 を明確に下抜けてからのエントリーがいいと思います。ただこの辺も抵抗になってきますので、ここからのショートエントリーっていうのはあまり個人的にはしたくないんですよね。もしするのであればここの高値、ただここの高値っていうのは CPI での
上昇でしたので、ここで取るのはかなり難しかったと思いますので、現在は様子見かなと。どちらかというと、ここでの反発ポイントを探っていきたいなと個人的には考えてます。で、今この白ゾーンの中にもし入ってきた場合は、この安値までの下落。そこが先ほど言ってた162円ぐらいですね。この辺に来ると、冷やし手のアセンディングトライアングルの加減ぐらいに来ますので、この辺では強く買いが入ってくるとは思うんですが、逆に言うとそこまでは下げる余地があるというところで、ちょっと方向感がなくて分かりにくいんですが、今の4時間足を見てるとまだ下げ優勢かなとは見ております。では1時間足です。昨日から言ってます、ここですね、この黄色のボックス、緑のボックス、今はその中で動いていると考えてるんですが、昨日はだいぶ下抜けもしてきてます。下抜けはしてるんですが、すぐに次のローソク足で戻されてるんですよね。ここもそうですし、ここもそうですし。ですので、今下落してきてますが、ここからのショートエントリーは少し怖いかなと。昨日の安値付近に来てますので、ここは反発ポイントになってきます。明確にこの黄色のラインを下抜けて、次上昇してきた時に、この黄色のラインでまたレジスタンスされるようですと、そこからまたもう一段下までは取っていくことが可能だとは思いますが、それなら今一旦ここまで、この緑のラインぐらいまで、164.3 ぐらいまでの下落を待って、そこでのロングエントリーを考える方がいいのかなと思ってます。今はこのボックスの中で動いてますので、一旦はこのゾーンですね、この下のゾーン、真ん中のゾーン、上のゾーンと分けて、そこでの上限、下限を意識してのエントリーがいいと思いますが、今のところ全体的に方向感なく動いてますので、やはり様子見の方がいいのかなと思ってますが、今1時間下ここにディセンディングトライアングルのようなものを作ってきてますので、一旦の下抜けは考えておいた方がいいかもしれません。そう思うと一旦本日上昇してきたところでは、この辺に切り下げラインが引けますので、そのライン付近でのエントリーで、下を狙っていく、ここまで 164.3 ぐらいまでを狙っていくのもありなのかなとは考えられますね。1時間足は GMMA が下向きですので、今はこの GMMA に上値を抑えられるように下落中ですので、一旦の下落は考えておいた方がいいと思いますが、まだ目線としてはこのライン 164.3 を下抜けるまでは1時間4時間冷やし全て上目線となっておりますので、ショートエントリーはあまり優位性を感じませんので、やるなら短期トレードがいいんじゃないでしょうか。そして下がってきたところでは次は押し目買いポイントを探していくのがいいと思いますが、164.3 を明確にもし下抜けてくるなら、そこからは一旦様子見かなとは思ってます。ここからの戻り売りでこのライン下162円ぐらいまでも狙っていけるとは思うんですが、この辺かなり抵抗になってくるので、あんまりしたくないなとは思ってますので、この 164.3 付近を下抜ければ一旦は様子見で次反発を待つのがいいのかなと思ってます。昨日も分かりにくい動きをしてまして、本日も分かりにくい動きをしそうなんですが、もう少し様子見でもいいのかなとも思いますし、1時間足以下の短期トレードであれば、下落目線で取っていくのもありなのかなと思います。ただ、やはり何度も言いますが、この辺からは反発してきそうなポイントですので、ショートエントリーするときは注意が必要ですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。